ずんだもん。前から疑問に思っていたんだけど、なぜ泡盛はタイ米を使用しているの？日本酒のラベルには山田錦のように日本のお米の名前が書いてあるよね。でも泡盛のラベルにはタイ米と書いてあるんだよね。なぜなんだろう？まこちゃん、泡盛がタイ米を使用しているのには理由があるんだ。今回は泡盛がタイ米を使用している理由について解説するね。そして最後に現在進行中の泡盛のプロジェクトについても紹介するのだ。動画の内容は次のようになるよ。泡盛の定義、タイ米と日本米の違い、タイ米を使う利点、いつ頃からタイ米が使われたのか、本土復帰での変更検討、泡盛の未来に向けて泡盛テロワールプロジェクト。それでは解説スタートするのだ。泡盛は米の実を原料として作らないといけないのだ。そうか、だからタイ米を使うんだね。誤解しやすいのだけど、実はタイ米の使用は義務ではないのだ。だからお米であれば日本のお米でも良いのだ。そうなんだね。ますますタイ米を使う理由を知りたくなったよ。早く教えてほしいな。世界のお米の種類は大きく分けると、ジャポニカ種、インディカ種、ジャバニカ種の3つの種類に分かれるよ。ジャポニカ種、日本や中国東北部、朝鮮半島などを中心に栽培されているお米になるよ。円形で長さが短く、丸みを帯びていて、ずんぐりとした形をしているので、単粒子や中粒子とも呼ばれるのだ。炊くと粘りとツヤが出るお米になるよ。インディカ種、タイ米はインディカ種のお米になるよ。中国南部から東南アジア、インドやアメリカなどで栽培されているお米で、細長い形なので長粒子とも呼ばれるよ。砕けやすく、炊くと粘りが少なくパラッとしているのだ。ジャバニカ種、インドネシアやヨーロッパで栽培されているお米になり、幅が広く大粒なのが特徴だよ。味はあっさりして粘りがあるお米になるのだ。ジャポニカ種は日本では主食のお米だけど、世界全体の生産量は2割になるのだ。インディカ種は世界で最も多く生産されているメジャーなお米で、世界全体の生産量のおよそ8割を占めるよ。インディカ米が一番たくさん栽培されているんだね。お米であればどれでも良いのだけど、タイ米の方が適しているため、泡盛にはタイ米が使用されているのだ。その主な理由としては次のような点が挙げられるよ。硬質米のためサラサラしていて、黒麹菌が菌糸を伸ばしやすい。水や酵母を加えてアルコール発酵させる時の温度管理がしやすい。他のお米に比べてアルコールの収穫量が多い。まず泡盛作りは原料のお米をよく洗って水につけるところから始まるのだ。そしてこの後にお米を蒸すよ。次に蒸した原料米に黒麹菌を散布し、まんべんなく行き渡らせるために混ぜたり広げたりするのだ。タイ米は日本米よりも硬質で、炊いてもパサパサしているよね。だから蒸したお米が混ぜやすいから温度管理もしやすいのだ。こうして黒麹菌を散布されたタイ米は、黒麹菌が繁殖して菌糸が中まで浸透していくよ。タイ米と日本米の栄養成分はタイ米の方がカロリーも糖質も多いのだ。糖質が多いということは、それだけ黒麹菌の増殖がしやすくなり、アルコールの収量も多くなるのだ。タイ米だといろいろな利点があるんだね。琉球王朝時代は泡盛作りは王府によって管理され、首里産家と呼ばれる地域にだけ許されていたよ。原料の米や泡も王府から支給されていたのだ。現在の泡盛の主原料は米のみとなるのだけど、明治や大正時代までは泡も混ぜて原料にしていたらしいのだ。そして王朝時代のことはよく分かっていないものの、当時の記録から明治時代からはすでに沖縄の米だけでなく外国産の米が使われるようになっていたよ。明治中期まで主に輸入されていたのは東組という中国や韓国のお米なのだ。その後明治時代の末期になって東組の値段が高くなったため、ベトナムやミャンマー、台湾などアジア各地の米が輸入されて泡盛の原料になったのだ。その中でタイ米は大正の末期に輸入され始め、昭和の代に泡盛の原料として定着したのだ。1971年の沖縄県の本土復帰に際し、泡盛用の原料米にも食感法を適用し、
従来のタイ米に変えて本土米を使用するかどうかが問題となったのだ。その検討のため昭和46年に国税庁醸造試験所の指導のもと7製造場において試験製造が行われたよ。試験製造の結果、本土米は泡盛製造に関してはその取り扱いが技術的に困難であり、主質も泡盛本来の風味にならないという結論が出されたのだ。よって復帰後も特別に大祭米を使用することが認められたのだ。世界的に見てもお酒のほとんどは基本的に原料を地元で調達して作られるものなのだ。お米の美味しい新潟で日本酒作りが盛んだったり、宮崎や鹿児島で作られる芋焼酎も地元で採れる芋を使ったりするよね。海外ではリュウゼツランを使ったメキシコのテキーラ、カリブ海諸国のサトウキビを使ったラム酒などがあるよ。だけど泡盛は原料のお米を輸入して作っているわけで、現地で生産される原料ではないのだ。地産地消じゃないんだね。2018年に出荷数量が減少し続ける琉球泡盛の海外輸出を促進するため、国や県の支援のもと官民一体となった琉球泡盛海外輸出プロジェクトが始動したよ。こんなプロジェクトがあるんだ。そして翌年の2019年にはこのプロジェクトの中で新たに琉球泡盛テロワールプロジェクトが発足したのだ。これは沖縄県では県産米を使うことで600年近い歴史がある泡盛のブランド価値向上と輸出拡大、そして苦境からの脱却を目的としたものになるよ。内閣府、沖縄県酒造組合、JA 沖縄などが連携して発足したのだ。テロワールって言葉は聞いたことがあるよ。テロワールはフランス語で土地を意味するテールが語源になるよ。ワインで使用されることが多い概念で、原料が育てられる土地の気候や土壌の個性、地形の特徴などを指すのだ。フランスのブルゴーニュが有名だね。だから琉球泡盛テロワールプロジェクトは沖縄県産米を原料として作られた泡盛を沖縄のテロワール泡盛として育てるということなのだ。沖縄でもお米を作っているのはあまり聞いたことがなかったな。沖縄でお米を作っていくということは大変なのだ。国内の稲の作付け面積は沖縄はワースト2位なのだ。稲作に適した土地が少なくて台風が多いから塩害のお米になることもあるよ。この沖縄県産米のほとんどはご飯として食べる半米で単粒子になるのだ。泡盛に使うお米として新たに栽培するのはインディカ米と同じ長粒子のお米になるよ。輸入のタイ米とのコスト面での価格競争も考えると長粒子のお米を作ろうという農家さんは少ないのだ。だから琉球泡盛テロワールプロジェクトの課題は沖縄県産米の安定供給と地産地消のサイクルが未来に向けて根付いていくかどうかだと思うのだ。沖縄県産米はどんなお米なの？タイ米と同じように形が細長い長粒子のお米になるよ。2019年から名護市で長粒子の夢と色、伊平屋島と伊是名島で長粒子の YTH183 北陸193号を栽培しているのだ。夢と色はかつて2007年に中高酒造さんが実験的に沖縄テロワール泡盛を作られたお米なんだ。だけど農家さんがお米の生産をやめたことから一過性のプロジェクトとなってしまってたお米だよ。これらの長粒子のお米は2019年から収穫されていて泡盛が作られているよ。この泡盛を飲んでみたいな。このプロジェクトで生産されたお米によるテロワール泡盛は海外輸出限定という制約があったのだ。だから今まで飲むことはできなかったのだ。だけど JA などが栽培技術を支援したことで沖縄県産米の安定確保が実現したよ。これにより2022年になり一般販売できる泡盛が作られるようになったのだ。中高酒造さんはクラウドファンディング、新里酒造さんと上村酒造さんは今年の沖縄産業祭りで沖縄県産米で作った泡盛を限定発売されたよ。飲めるんだね。残念ながら中高酒造さんはクラウドファンディングが終了したから支援をした人しか飲めないのだ。ずんだもんはクラウドファンディングをしていないので残念なのだ。新里酒造さんは産業祭りの予約で完売したけど一般販売が開始されたよ。だからずんだもんも購入したのだ。届くのが待ち遠しいのだ。上村酒造さんはまだ少しだけオンラインショップで販売してるのだ。ずんだもんは飲んでしまったので
追加購入したのだ。動画の概要欄にオンラインショップの URL を載せておくので、気になる方はアクセスしてみてほしいのだ。これからもいろいろな酒造所さんで沖縄県産米を使用した泡盛ができると良いね。そうなのだ。沖縄県産米の安定供給と地産地消のサイクルが未来に向けて根付いていくことを願っているのだ。ゆるゆる泡盛チャンネル。今回は泡盛がタイ米を使用している理由と現在進行中の泡盛のプロジェクトについて紹介したのだけど、いかがでしたか？ずんだもんも沖縄県産米で作られた泡盛を飲んだのだけど、すっきりとした甘みのある味わいでとても美味しかったのだ。ナコも飲みたかったな。このチャンネルでは泡盛のことを初心者にも分かりやすいように配信しています。これからもこういった有益な情報を上げていきますので、気に入ってもらえたらグッドボタンとチャンネル登録もお願いしたいのだ。解説してほしい内容のリクエストもお待ちしています。ではまたゆるゆると解説するのだ。最後まで見てくれてありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうなのだ。